日本の伝統をアレンジしたお祭りだった。札幌市内全体がとても活気にあふれていました。皆さんこんにちは、こうくんと、ポンタンです。今回は年に一度開催される北海道札幌市のよさこいソーラン祭りに行ってきました。よさこいソーラン祭りとは、高知県のよさこい祭りと北海道のソーラン節が合体したお祭りのことです。よさこい祭りは、鳴子と呼ばれる道具を手にパレード形式で踊る祭りです。ソーラン節は北海道の民謡でニシン漁の歌として有名です。よさこいソーラン祭りは、その2つの伝統を組み合わせたお祭りなんだよ。それでは、ポンタンと行く北のお祭りよさこいソーラン祭り編スタートです。出発。尻尾フリフリ。羽田空港から新千歳空港に向かいます。9時発の飛行機に乗りました。あれ、こうくんにしては結構ゆっくりのフライトだね。実は前もって行く予定じゃなかったので、ANA セールで安かったのがこの時間帯だったんだよね。そうなんだ。じゃあ、なんで行くことにしたの？ ANA セールをぼんやり眺めていた時に見つけたのと、よさこいソーラン祭りが好きな友達がいて、今年もすごくウキウキしてたから、そんなに魅了されるよさこいソーラン祭り、僕も見に行ってみようかなって思って、急遽スケジュールに入れた感じなんだ。あと、去年は、トウキビワゴンの営業中に札幌に行けなかったから、今年こそ食べたいなって。唐突プラン、いいね。札幌駅に着いたのは、ちょうどお昼の12時頃でした。まずはお昼ご飯としてトウキビワゴンに訪問。じゃがバター300円。トウキビセット550円。どっちもめっちゃ美味しい。トウキビセットはゆでトウモロコシと焼きトウモロコシの2種類が入っていて、どちらも美味しいんだけど、北海道のトウモロコシの甘さをしっかり感じたいならゆでがおすすめ。でも、どっちも食べたいよね。そんな人は、トウキビセットを頼めば両方食べられます。こんなに美味しくて、お手軽価格、北海道、恐ろしい。トウキビワゴンは4月から10月の暖かい時期だけ営業しているので、この時期に北海道札幌へ行くなら、ぜひ立ち寄ってみてください。友達と合流して住川会場へ。友達は新琴に天武龍神というチームが推しで、今回は一緒に同行させてもらうことになりました。そして実際の演技がこちら。北区からお越しです。新琴に天武龍神の皆様です。どうぞよろしくお願いします。住川会場の皆さん、こんにちは。新琴に天武龍神です。住川会場第3回ということで誠におめでとうございます。天武龍神も30周年ということで、今年非常に盛り上がっております。皆さんと一緒に楽しい4分半を過ごしたいと思います。一生懸命踊ります。どうぞご声援よろしくお願いいたします。新琴にという地域で生まれて30年、地域に根ざした活動をし、地域の皆様に支えられ、これからも地域の活性化、青少年の健全育成、感動の共有をもとに、地域の皆様に恩返しができる演舞をさせていただきます。
お願いします。さい。
すごい。いやー、もう大興奮でした。日本の伝統を残しつつ、現代風にアレンジされた演技で、僕の好みにド直球でした。もうこの時点で来年も絶対に来るって心に決めました。大通公園方面に戻ってきて、一番街三越前会場で演技を見ました。人が多くて動画にはあまり映ってないね。それだけ人気のお祭りってことなんだろうね。そして休憩タイム。札幌といえばパフェということで、おやつタイムはパフェ、コーヒー、酒、佐藤さんにお邪魔しました。季節のフルーツ、さくらんぼとレモン、1971円。濃厚な甘さのさくらんぼと爽やかな酸味のレモンが絶妙なバランスで、一つのパフェとしてものすごく満足感のある一品でした。一口ごとにめっちゃ味わって食べてたよね。他にもいろんなパフェがあるので、札幌に来た際はぜひ立ち寄ってみてください。続いてはサタデーナイトパレードに参加しました。僕たちは北コースというエリアで演技を見ていました。サタデーナイトパレードの動画は運営の公式チャンネルの再生リストを動画の説明欄に掲載していますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。様々な団体、それぞれの色がしっかり出ていて、とっても見応えがありました。今回が初参加の僕にとっては、へー、こんな団体もあるんだって新しい発見がたくさんのパレードでした。観覧料は2000円でしたが、それ以上の価値あり。そんなこんなで土曜日のよさこいソーラン祭りはこれにて終了。初めてにしては大満足な1日目だったね。夜ご飯は北海道ミルク村にやってきました。注文したのは B セット2000円。こちらはソフトクリームにいろんなリキュールをかけて楽しむスタイルのお店です。そのリキュールの種類、なんと約130種類。めっちゃ多い。B セットにはリキュールが3種類ついてくるんだけど、リキュール選びをお任せにするとさらにもう1種類追加。さらに紅茶リキュールはサービスでついてくるので、合計で5種類のリキュールが楽しめちゃいます。しかもソフトクリームは無料で1回おかわりできるよ。いやー、甘い幸せ染みました。そしてホテルに戻った後は北海道のローカルのコンビニセイコーマートでポテトとザンギを買って部屋でもう一盛り上がり。そんな感じで僕とポンタンのよさこいソーラン祭り1日目は終了です。2日目の朝、今日も早起きして新琴に天武龍神の演技を見に来ました。そして実際の演技がこちら。第34回よさこいソーラン祭り西10丁目ストリート、トップバッターを飾っていただくのは新琴に天武龍神の皆さんです。こちらの、新琴に天武龍神さんの、チーム紹介は、新琴に天武龍神さんの馴染みの深い、山内さんに、チーム紹介文を読んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、皆様おはようございます。紹介させていただきます。新国民の日芸30年、地域に目指した活動をし、地域の皆様に支えられ、これからも地域の活性化、青少年の健全育成、感動の共有をモットーに、地域の皆様に恩返しができるようにさせていただきます。それではスタートに向け頑張ってよろしくお願いいたします。新琴に天武龍神の皆さんです。どうぞ。皆さんおはようございます。新琴
ことに天理龍神です。天理龍神は今年で30周年を迎えます。多くの皆様にお祝いいただいた感謝の気持ちで踊ります。そしてこの会場のオープニングとして恥ずかしくないよう一生懸命踊ります。どうぞご声援よろしくお願いいたします。
さこい少年団となります。高校中標津町より参りました中小ジャガーズよさこい少年団です。昨年からよりパワーアップした演舞にご注目ください。会場の皆様に元気と笑顔をお届けします。応援よろしくお願いします。それでは踊っていただきましょう。中小ジャガーズよさこい少年団の皆さんです。どうぞ。すごい。パレード形式だと、また雰囲気が違って見えるね。うん。朝から早起きした甲斐があったよね。2日目は桟敷席を購入して、午前中からお昼頃まで観覧。その後は新琴似会場に移動して、また新琴似天風流神の演技を見に来ました。そして夜はついにファイナルパレード。こちらも動画の説明欄に再生リストを掲載していますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。最後、できるだけ新千歳空港で満足したいということで、19時49分に新千歳空港駅に電車が到着。そのまま走って階段を駆け上がり、木の戸屋へダッシュ。極上牛乳ソフトコーン450円。閉店5分前、ギリギリセーフでゲット。濃厚でとっても美味しい。僕の中で新千歳空港で一番好きなソフトクリームです。すっごく濃厚だから、このソフトクリームだけでお腹いっぱいになっちゃうよね。今回は時間がなくて他のお店には寄れなかったけど、ここで1月に新千歳空港で食べ歩きしたグルメたちを一気にご紹介します。釜栄マヨサンド237円、ジャガコーン248円、平天226円、イカボール86円、チーズちくわ183円を2個。お店で作っているのでタイミングが良ければ温かい状態でいただけます。パンロールが有名なお店で、地方発送ができないから、現地で食べるしかないんだよ。雪印パーラー、コーヒーソフト450円。雪印コーヒーの味がソフトクリームに。北海道限定のソフトです。これは北海道じゃないと食べられないから、要チェック。ロイズ、チョコレートソフトクリーム400円。チョコメロンパン249円。グテ357円。パンオショコラ216円。ロイズといえばチョコレート。そのチョコがたっぷり使われたスイーツが空港でも楽しめます。チョコパンもここ限定だから、お土産にもおすすめだよ。空港内のお寿司、テイクアウトで、海鮮巻きハーフ1950円。寿司セット桜3200円。こちらはお家に帰ってから食べるように購入したお寿司です。よさこいソーラン祭りいかがでしたでしょうか？いやー、ほんと今回参加できて大満足でした。推してる友達に影響されて大正解だったね。うん、この場を借りて本当にありがとうだよ。あとね、その友達一眼レフカメラを持ってて現地でずっと撮影してたんだよね。それ見てたら僕も欲しくなっちゃって。めっちゃ影響されてるじゃん。いやでもね、iPhone での撮影ちょっと厳しい場面もあってさ。じゃあ、お仕事頑張って稼がないとね。はい、頑張ります。来年また見に来た時には、カメラを手にこうしてポンタンと一緒に撮影している自分を妄想してます。さてさて、
今回の動画いかがでしたでしょうか？面白かったと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。